カンバラを聞こう。皆さんこんにちは。アンニョンハセヨ、風花です。早いもので8月も最終週でございます。8月はね、ユーヒヨル先生をテーマにお届けしてきて、この1ヶ月が終わってしまうのは寂しいんですが、今回はまたトイフィーとキムヨヌさんの代表曲ヨジョニアルンダウンジ、相変わらず美しいんだろうかという曲をカバーします。この曲は1999年の発表でトイの第4週アルバムに収録されている、またこれもね大ヒット曲でございますよ。これまでにもいろいろな歌手がカバーしてきているのでご存知の方も多いと思います。私も韓国の歌謡曲にハマり始めた最初の頃に出会った曲なので、もうかれこれね15年は聴いている大好きな曲の一曲でございます。そしてこの曲は賢い医師生活のシーズン2の OST でもあります。毎月恒例賢い医師生活の時間がやってまいりました。以前にもね一度お知らせしたんですけれども、11月の歌のテーマを賢い私生活の OST でねやっていく予定ですので、リクエストがあればぜひ送ってください。収録日の時点ではまだねリクエストは来ていないです。もしリクエストゼロだったとしても放送は成立するんですが、せっかくならねリスナーさんの好きな曲も歌いたいので、ぜひ概要欄の質問箱からリクエストをよろしくお願いします。さて、ドラマ賢い医師生活の主人公たちは1999年に医学部に入学した同期5人組という設定なので、まさに今日カバーする相変わらず美しいんだろうかという曲がですね、1999年の発表の曲なので、彼らの青春ソングの一曲ということになりますよね。実はこの曲の他にも OST にはなっていないけれど劇中の挿入歌としてトイの曲が使われている場面がありますので、ちょっといくつか紹介しますね。まず今月の最初にカバーしたキムヨヌさんの、曲ですね。僕が君のそばで少しの間生きていたことをという曲はシーズン1のエピソードの12で神経内科のレジデントのアン・チホン先生の回想シーンの挿入歌になっています。でここはねとても印象的なシーンで、この曲の歌詞の内容を把握してから見るともうほんと場面とねぴったり合ってるので、ぜひねご覧になってみてください。それから今月の2週目に紹介した歌手のキム・ヒョンジュンさんが100音ボーカルをしているトイの曲もあって、これがねチョンサラン、いい人という意味なんですけど、これもね大ヒット曲なんですよ。でこの曲も確かソンファがカラオケで歌っているシーンだったかでちょっとね流れるんですよね。であとですね、先週紹介した歌手のクオンジナさんはシーズン1の OST のロンリーナイトを歌っています。でこのロンリーナイトっていう曲はもともとはプファル復活というバンドの曲なんですけれども、このカバーもねかなりクオンジナさんの個性が出ている素晴らしい OST です。でしかもこれがねシーズン1の第1話で流れるので、もうこのクオンジナさんのプハルのねロンリーナイトが流れた途端にすごくねインパクトがあっていいカバーだったんですね。なのでこのユーキヨル先生ゆかりのアーティストもかなりこの賢い医師生活の OST に関わっているっていう話なんですけれども、このあたりをねぜひ注目してまたねドラマをご覧になっていただきたいと思います。私は最近のね歌謡曲っていうのももちろん好きなんですけれども、1990年代の後半から2000年代前半あたりの韓国のね歌謡曲っていうのが一番自分の感性にはまる感じがあってですね、韓国歌謡を聴き始めた時期だからっていうエモさも相まっての感覚なのかもしれないんですけど、今聴いてもねこの時代の曲本当にいい曲が多くてときめく歌もたくさんあるんですよ。でもその時代の歌謡曲の良さを分かち合える人って日本人では正直ほとんどいなかったんですけど、
このドラマ賢い医師生活がね日本でもヒットしたおかげでこの時代の韓国の歌謡曲が日本でも知られるようになったっていうことで、そういう意味でもねこのドラマすごく大好きで嬉しいドラマでございました。そして今日カバーする曲여전히 아름다운지相変わらず美しいんだろうかっていう曲はですね、賢い医師生活のシーズン2のエピソードの8でバンド演奏される曲なんですね。で OST の方ではセブンティーンさんというアイドルの方ですかね、その方が歌っております。でこのシーズン2のエピソード8は個人的にね神回なんですよ。でこれからご覧になる方もいらっしゃると思いますので、あまり詳しい内容には触れないんですけれども、概要を説明するとですね、医師の家族が病気になってしまう時っていうのが描かれているんですね。そしてその時の心理的な描写ですとか、そういったものがねすごくね上手に表現されている回なんですよ。私自身は医師家庭の出身っていうわけではないんですね。両親が医師ではない家庭で育ってるんですね。で、今医師になっているので、そうすると家族とか親戚から医療相談を受けることってたまにあるんですよ。ただやっぱ親子といえども医学知識の量が違いすぎてちょっと話が噛み合わない時ってあるんですね。でこれが仕事として患者さんに病状を説明するのであればもう一からね丁寧にちゃんと説明していくんですけれども、前提が親子みたいな近い関係があるとなんか多分ねこちら側にも説明したら分かってもらえるだろうみたいな甘えがあったりとか、仕事じゃない分ちょっと雑になっちゃってるってところもあって、なんか説明してるのになんでわかんないのみたいな、そういうちょっと無駄な心配いらないでしょみたいな家族であるがゆえに塩対応になっちゃってうまく伝わらない時っていうのがあるんですよね。でこの賢い医師生活のシーズン2のエピソード8っていうのがまさにその感じがすごく上手に描かれていて、私はとっても共感した回だったんですね。で賢い医師生活に出てくる医師たちっていうのは本当にすごく有能な医師で完璧に仕事をこなしている様子がね描かれているんですけれども、医師個人もプライベートでは人間だっていうことが非常によく伝わるいい回だと思います。でぜひねご覧になってみてください。そして、今日カバーする曲の話に入っていきますが、この相変わらず美しいんだろうかという曲はですね1999年に発表された曲なんですけれども、発表された当時はキーがね G のキーで最高音が C5 って言って真ん中の胴から1オクターブ高いところの音まであったんですよ。でこの音ってもう女性でも裏声になるぐらい高い音なんですね。でキム・ヨヌさんが結構比較的無表情というか涼しげにね淡々と歌いこなしておられるので、なんか歌っている様子を見たらそこまでキーが高くないように見えるんですが、それでね歌えるだろうと思ってカラオケで入れると、喉から血を出す曲っていう風に韓国では言われていたそうです。ただこの原曲キーはやはりキム・ヨヌさんにとってもちょっと高かったみたいで、どうしても発声する時にちょっと必死な感じが出てしまうと。でただ曲の内容としてはやっぱりバラードなので必死さよりは切なさが伝わった方がいいだろうっていうことはあって、ライブではねキーを2つ下げて F のキーで歌われていることが多いです。それでもね十分高いんですけどね、だから原曲からは2つ下げで歌われていることが多いっていうことですね。ではね歌詞の内容の紹介に行きたいと思います。歌詞の内容は別れた彼女を思い出して落ち込みながらも彼女の新しい幸せっていうのを願うっていう、爽やかな内容ですね。では歌詞紹介に行ってみます。そしてサビの部分は변화건없니変わりはない？날 웃게 했던 예전 그 말투도僕を笑わせてくれたあの話し方も여전히 그대로니?相変わらずなの？난 달라졌어. 僕は変わったよ。예전만큼 웃질 않고. 前ほど笑わなくなって좀 야위였어. 少し痩せたよ。널 만날 때보다. 君と付き合っていた時より。
これがね一番の歌詞なんですけれども、この今月の最初にカバーした僕が君のそばで少しの間生きていたことをっていう曲のサビの部分は아프지 않니 많이 걱정돼という歌詞でした。元気にしているの？とても心配だよという内容だったんですね。そして今回の曲は편하건먼니だから、変わりはないっていう感じなので、なんかニュアンスとしては同じですよね。別れた彼女を今も大切に思っていて心配しているような歌詞になっています。きっとねこれはねユーヒヨル先生の人間性なんだろうなと思うんですよ。なんかそういう優しい感性の持ち主なんだろうと私は解釈しております。そしてこの曲では元彼女にはもう新しい彼がいてですね、最後の部分の歌詞が행복해야 돼幸せにならないとダメだよ、나의 모자람僕の足りなさを채워줄埋めてくれる좋은 사람 만났으니까いい人に出会ったんだからという歌詞で終わるんですけれども、これがね爽やかでいいですよね。いい人に出会ったんだから幸せになってねというメッセージで終わると、彼女がね去ってねもう死にそうになったりとかね、もう狂うほど会いたいとかね、家に押しかけて君の家の前にいるから出てこいとかね、そういうことはねしない歌なんですよ。こういうなんか辛いみたいな悲劇の失恋表現っていうのは2000年代前半の曲から増えてくるような印象がありますね。では曲を聴いてください。トイフィーとキムヨヌさんの相変わらず美しいんだろうかという曲をカバーしました。はい、いかがでしたでしょうか。今回はピアノとカホンとシンセサイザーの音を入れてちょっとねリズム感を出す感じのカラオケ音源にしてみました。今月はねピアノだけで作った音源が多かったんですけれども、やっぱりリズムが入ると歌も乗るし曲全体のまとまりもね良くなるんですよね。その分ちょっとミキシングが大変になるというねこうちょっと兼ね合いがあるんですね。毎回この音源作りは修行でございます。キーはですね原曲からはプラス2キーにしてます。でキムヨヌさんがライブで歌っているバージョンからはプラス4キーになってますね。ただ元々が高いので、女性が歌ってもあんまり違和感がない高さの曲だなという印象でした。今月はですねユーヒヨル先生をテーマに曲をお届けしてまいりました。本当に大好きな曲をたくさん紹介できたので個人的にはとても満足しております。今後もユーヒヨル先生に関連する曲はねたくさんカバーすると思いますので、また皆さんぜひお付き合いよろしくお願いいたします。今日同じ時間に YouTube に歌ってみた動画が上がります。 YouTube の方は韓国語歌詞の下に日本語歌詞を表示するよう編集しておりますので、歌詞を見ながら聞いてみたい方はぜひこちらもよろしくお願いいたします。概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも大丈夫です。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。